TUJ でございます。ジュピター 8V アートリアのね、このジュピター 8V 見ての通り、ローランドのジュピター8を完全にシミュレートして、さらに、もっとすごい機能を加えたみたいな、ソフトシンセですけど、まあいい音するわねこれね。ジュピター 8V というとね、皆さん知ってますかね。往年の名機、ローランドのアナログシンセサイザーの本当往年の名機ですけど、パネル上はね全くジュピター8、もうモノホンのジュピター8と全く一緒ですね。で例えばここにあるプリセットなんかもこれもうまさにプリセットそのまま。もう全く同じですね。ジュピターの音ってねすごい繊細なんだけども、かつなんていうの、この太いっていうよりもね抜ける音、いい音なんだよね。やっぱりねバンドアンサンブルではもう最高。聞いて分かる通りこういうディレイとかねコーラスとか、新たなエフェクターもちゃんと加わってますからね、バッチリでございますね。でね特徴としてね、ここ分かるかな、ここ見て分かる通りローランドのジュピター8もそうですけど、アッパーとロアでデュアルスプリット、すなわちね2つの音色をね同時に使うことができるんだよ。例えばこの音色も下がベースでしょ、で上はオルガン、というように、パフォーマンスプレイみたいなことも、ちゃんとできましたね。さて中に入ってる音色ですが、いい音がねいっぱい入ってるわここでね。ここにカテゴライズとして、キャラクター別、ハードだとかロングだとかノイジーな感じ、ソフトな感じとかというキャラクター別だったりとか、ユーザーファクトリーボイスだったりとかで、デュアルかスプリットかとかそういう音色だとかね。あとプロジェクトとして作った人ね、いっぱいありますね。実は私もプリセットを作りましたんで、こういう KFG っていうのがここにありますけど、とかね、タイプ別、ベースとかブラスとかね、ギターだとかオルガンとかパッドとかストリングスだとかタイプ別に分かれてますね。じゃあね私の音色からちょっとセレクトしてみましょうかね。私もいっぱいいろんな音作りましたけど、ブラス、有名なブラスではこの辺のブラスがねこういうねシンプルなブラスもいいし、もう一つねこのシンセブラス、ジュピターといえばこういうねこの立ち上がりのところ、VC を2つ使って1つをねしゃくり上げる感じでピッチ異常がかけていて、この感じでねいい感じにこのアタック感がね、絶妙な感じのアナログの感じが出るんですけども、こういった音色もできましたね。やっぱりねストリングス系の音色、パッド系サウンドはもうジュピターのもう一番素晴らしい音色の一つですね。じゃあそのストリングス系の音色ちょっと見てみましょうか。タイプ別でストリングスを選ぶと、ここにはストリングスの音色だけがこう選ばれますね。例えばでこの音色もねちょっと立ち上がり早すぎるんじゃないのと、そういう時にはやっぱりこのパネル上で、変えればいいんだけど、もちろんこの今、アナログエクスペリエンスのザ・ラボラトリーのねコントローラー使ってますけど、もちろん簡単にアサインできますからね。これアタック、これ VCA のアタックでしょ、こっち、VCA と VCF のアタックね。ここでいい感じになっててね、これ動きますね、こうやってほらほらぐるぐると。
もうちょっと柔らかい方がいいかなだったらカットオフを動かせばいいね。レゾナンスもちょっと下げたりとか。この感じすると今度ジェントルな感じで。こんな感じになるわけでね、もっと中身を見てみましょうか。実はね Jupyter 8V においてはここちょっとオープンのボタンを押しますね。こうなるのよ。これがすごい。これは今プリセットっていうところでプリセットのマネジメントをねこうしてる画面です。管理してる画面ですね。でさらに当然ここにエフェクトもついてますね。エフェクター、ね。ちょっとリバーブをちょっと深くしようかなとかね。ディレイにしようかなとか。いい感じじゃないの？例えばフランジャーを入れようかなと。これが2系統のエフェクターを使うことができます。さてもう一つねモジュレーションっていうのがあるんだけども、これがまたね非常に面白い。これ例えばねここで、今これステップシーケンサーの画面なんだけど、こうやってやってみるね。でしょ。でランします。そうすると、ちょっと速度を速くしようかな。スタート。弾くとスタートしますね。でね実際に何に変調するのかというところ、じゃあ VCO のピッチに変調しましょうか。2つある VCO の1つ、ね、片方側に今こういった変調をかけました。これマウスでこうやってかけますからね、自由自在にね。これは楽しいね。といった、こういったねシーケンサー、ステップシーケンサーももちろんありので、もちろんこれもありでもう一個面白いのはねギャラクシー。これはねとても面白いです。ギャラクシーってのは何かというと、実際にやってみますね。X 軸と Y 軸で変調をかけられます。じゃあ同様にピッチと、フィルターかなんかにしてみようかな。ちょっと深めにしてみますね。でここ LFO をちょっと動いたら分かるかな。ここにで X 軸と Y 軸でこうやってやるとこれ変調がこういうふうにかかります。今ね、そうだからノコギリ刃になってるんだけど、こちらちょっとサイン刃にしてみるね。実際にこうやってほらなんかこうね変わった変調が動いてますけど、音的にはこんな感じになってるね。でさらにねこの X 軸と Y 軸のアングルを回転させることができます。こうやってレートを動かすとほれ、そうするとどうなるかというと非常に複雑な変調になるわけ。どんどん速くしてくれる。これはね、プログラミング次第で非常に面白いことができますよ。これ Galaxy モジュールっていう、これも、Jupyter 8V にしかついてないね素晴らしい機能ですね。でもちろんミニモーグ V のところでも紹介したと思うんだけど、このサウンドマップっていうのもついてます。ね、音色がもう散りばめられていて、任意の音色に対してこういったね、マウスでこうどんどん変わっていくというね。でさらに、スナップショットした音色に対して
4つの音色に対してモーフィングするというね。でこうやって出来上がった音色をすぐにメモリーできるというね、無限の音色ができてしまうというね、このサウンドマップもすごい機能ですね。というように Jupyter-8V 非常に素晴らしい機能で再現されてるっていうのがよくわかると思いますね。Jupyter-8V ぜひぜひ触ってね、じっくり触ってもう本当奥が深いです。だけどめちゃくちゃ楽しいです、このシンセは。Jupyter-8V でした。